5月、ゴールデンウィークもあって皆さんどうお過ごしでしたか？私は毎日がゴールデンウィーク。特に旅行などはしなかったのですが、イベントに一泊で参加したり外食が多かったです。こんにちは、望月です。今回は毎月恒例の生活収支5月度の結果と、例の私の動画が無断転載されていた件で進展がありました。本日はその2件でお送りします。では早速収入から見ていきます。私は61歳でリタイアして現在64歳、無職です。収入は2社からの企業年金や YouTube 収益など。家族は4人同居ですが、子供からもいくらか入れてもらっていて、なんとか暮らしております。老齢年金はあともう少しの65歳から受給予定です。そろそろ年金請求書が届く頃です。主収入の企業年金が2社手取りで21万5159円。子供2人からの生活費が5万円。家賃、食費、水道光熱費として入れてもらっています。YouTube 収益が24,843円。いつも見てくださってありがとうございます。それから今月は定期預金キャンペーンの利息収入がありました。利息収入39,389円。これは単発の収入です。以上まとめますと、5月の収入はご覧の通りとなりました。5月の収入合計は32万9391円でした。続いて5月の支出です。今月のポイントは何といっても食費、外食です。いやー、食べました。自分で言うのもなんですが、よく食べました。ゴールデンウィークで旅行に行ったわけではないのですが、外食が増えたこととイベント参加で宿泊もしました。では項目ごとに見ていきます。後でまとめます。食品・日用品77,817円。平月並みと言いたいところですが、実は宿泊で出かけた際の外食はホテル代や交通費とともにレジャーに入れてあります。その際の外食代を食品・日用品に加えると88,271円になります。そんなに張り込んだお食事をしたわけではないのですが、なんだか食欲が刺激されてしまいまして、ビール、餃子、ピータン、焼きそば、鶏もも、味噌バター、ミックスサンド、プリン、ビール。たまにはいいですよね。水道光熱費16,202円。今月は水道料金はなし。通信費9,200円。支払い手数料4,500円。
マンション管理費24,070円、駐車場19,800円、生命保険8,801円、趣味嗜好品15,541円、交通費1,508円、衣類雑貨7,950円、医療費16,610円。今年65歳になるので帯状疱疹の予防接種補助というお知らせが届きまして、半額負担で受けに行きました。ワクチンは2種類あって、ビケンというものが自己負担4,000円1回で終了、シングリックスというのが1回11,000円で、間を空けて2回打つ必要があります。つまりシングリックスは合計22,000円の負担。4,000円と22,000円って随分差があるけど、ワクチンの予防効果と持続期間に差があります。ビケンは1年後で6割程度、5年後で4割程度の予防効果。シングリックスは5年時点まで9割、10年時点でも7割の効果。最初は安い方でいいかと思ってましたが、私は帯状疱疹になった経験があって、めちゃくちゃ痛かったのを覚えています。背中でした。顔に出たりする例もあるそうなので、ここは高い効果が期待できる方にしようと決めました。5月は健康保険料の請求がないことも背中を押してくれました。レジャー28,738円。さっきの外食代やお土産、ホテル代、交通費、グリーン席など、それと母の日プレゼントです。そして最後は自動車税。自動車税51,700円。以上、5月の支出は295,764円でした。5月の収支結果に行く前に、ここで少しだけ先日お知らせした無断転載チャンネルについてご報告があります。丸パクリですよね。私の動画、サムネイルを無断で使用していたチャンネルは、5月30日未明、表示されなくなりました。通報や報告にご協力くださった皆様、本当にありがとうございました。YouTube 運営の審査は順番にやっているようで、約2週間かかりましたが、通報が伝わったようです。正直なところ辛かったです。でも皆さんがいつも通り見に来てくださり、いつも通りコメントを寄せてくださったことで、ああ、この場所はちゃんとあるんだなと思うことができました。本当にありがとうございます。なお、直近の動画では無断転載対策として、動画内にチャンネル名を確認する表示を入れたり、読み上げと同じ内容のテロップを減らしたりしていました。少し違和感を感じた方もいらっしゃったと思います。今後は強めの対策は少しずつ減らして、視聴の妨げにならない範囲で、公式チャンネルだとわかる表示を
必要に応じて入れていこうと思っています。ご理解いただけましたら幸いです。では、いつもの家計収支に戻ります。さて、今月の収支はご覧の通りとなりました。収支は33,627円の黒字でした。先月は冷蔵庫、エアコン買い替えで大赤字でしたが、今月は自動車税や予防接種、レジャーがあっても黒字という結果になり、家計体力が上がってきたなと実感しています。とはいえ、来月6月は健康保険料と住民税が年度公開されます。固定資産税もあるので油断はできませんね。でも適度に外食や近場レジャーなどを楽しんでいきます。皆さんの家計簿はどうでしたか？よかったらコメントで教えてください。この動画の感想もお待ちしています。このチャンネルでは私のリアルなシニアライフをお届けしています。いいねやハイプ、チャンネル登録していただけますと励みになります。それではまた来週お会いしましょう。小さな窓に朝が溢れ、急がない時計が静かに進む。派手じゃないけど暖か